英語学習の時間が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？イギリス BBC 最新ニュース使いながら英語力アップ、情報力アップしていきたいと思います。イギリスネイティブ英語に慣れて英語力どんどん上げていきましょう。まずこの BBC ニュース字幕ありで確認してニュースのアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。そして2番目はイギリス英語を手本にしっかりと英語原稿声に出しながら音読をして日本人が苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力上げていきましょう。音読をしながら難しい単語、そしてニュースの詳細な意味理解して情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。3番目は字幕なしでもう一度 BBC ニュースを見てイギリスネイティブ英語を聞き取ってですね、リスニングだけでしっかりと学習した単語表現、そして内容理解できるのかどうかチェックしていきたいと思います。ここまでがインプット練習ですね。そして4番目はこの BBC ニュースから得た情報、そして自分が思ったことをですね、英語で話すスピーチ練習やっていきたいと思います。日本人、この英語でのスピーチが苦手と言われていますけれども、島国日本に住んでいると一般的には英語を話す機会、必要性はゼロだと思います。話さない英語、使わない英語というのは上達しませんので、いかに日本にいながら英語を話す機会を増やしていくのかというのが大切になると思いますけれども、マイクロソフト生成 AI を搭載しているチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで英語を話す機会を増やせますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。どのようにですね、練習しているのかデモンストレーションをしていきたいと思います。英研究家チャンネル、英語学習で使えるな、情報も取れるなと思うなら迷わずチャンネル登録ボタンクリック、高評価ボタンクリックよろしくお願いします。それでは BBC 最新ニュースを使いながら世界で一体何が起こっているのか、英語を学習しながら情報力をアップしていきましょう。Let's get it started. それでは左側の BBC1 分最新ニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕なくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方はですね、右側の字幕をお無視いただいて、左側のニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this 1 minute BBC latest news with English subtitles. Let's try it. This is BBC News, the headlines. Hezbollah's confirmed that one of its senior commanders has been killed by an Israeli drone strike in Lebanon. The UN says it's very concerned by the high journalist death toll in Gaza after 2 Palestinian reporters were killed by an Israeli airstrike on Sunday. The BBC uncovers evidence of rape, torture and forced abortions by the founder of one of the world's biggest Christian evangelical churches. And Oppenheimer wins big at the Golden Globe Awards in Los Angeles, taking home 5 of the night's big prizes. さあどうでしょうか。字幕ありで BBC ニュース見てみましたけれども、概要を聞き取ることできましたでしょうか。4つありましたけれども、1つ目はですね、イランが後ろで唱っているというヒズボラのですね、シニアコマンダーがイスラエルの空爆によってレバノンで殺されたということですね。2つ目ですけれども、ガザですけれども、国連がですね、ジャーナリストの死者数がどんどんガザで増えているということで、懸念を表明しているということでした。そして3つ目ですけれども、BBC が明らかにしたことによるとですね、クリスチャンですね、キリスト教徒のその教会、世界で最も大きな、キリスト教の教会、ですね、レイプとかですね、虐待とかですね、強制否認、そういう、ものがですね、行われていたということを発見したということですね。そしてアメリカ・ロサンゼルスでですね、ゴールデングローブ授賞式が行われていて、このオープンハイマーというものが、いくつかたくさん賞を受賞しているということです。さあ、それでは次はですね、
音読練習しながら難しい単語、さらに詳細の内容を捉えていきたいと思いますので、視聴者の皆さんも声が出せる方ですね。やはり英語のスピーキング力を上げようとすると、英語を話す練習するしかありませんので、楽しく英語を話しながら内容を捉えていきましょう。では、ここからですね、音読をして、右側の日本語訳、もう参考にしながら、進めていきたいと思いますので、皆さんも一緒に声を出しながらですね、スピーキング力をアップしていきましょう。This is BBC News headlines. Hezbollah confirms that one of its senior commanders has been killed by an Israeli drone strike in Lebanon. ということで、ヒズボラですけれども、レバノンでイスラエル軍の無人機攻撃によって上級司令官の一人が死亡したことを認めたということですね。これ、非常に、懸念されていますけれども、ヒズボラというのはですね、イランが後ろ盾になっている。そこのですね、上級司令官がイスラエル軍によって殺されたということで、もちろんヒズボラとしてはですね、イスラエルに報復を、する、検討すると思いますので、中東情勢がさらにですね、悪化していく。今はイスラエルと、ハマスの戦争、紛争と言われていますけれども、他の国、ヒズボラなんかを巻き込んで、どんどんですね、この紛争が激化していく、拡大していく可能性、非常に高くなってきました。では、ここ、覚えておきたい単語表現ですけれども、confirm というのは確認するというですね、confirm。そして、senior commanders というのはですね、上級司令官ですね、軍の上級司令官というのがイスラエルのドローン攻撃でレバノンで殺されたということですね。ということは、イスラエルすでにですね、この隣国レバノンに攻撃を開始しているということですね。では次見ていきたいと思います。ここ、音読をしながら内容を捉えていきましょう。The UN says it's very concerned by the high general death toll in Gaza after two Palestinian reporters were killed by Israeli airstrikes on Sunday. 2番目もですね、ガザ、イスラエルの紛争の話、戦争の話ですけども、日本語訳ですね、国連、日曜日のイスラエル空爆でパレスチナ人の記者2人が殺害された。それを受けてですね、ガザ地区でのジャーナリスト死亡者数の多さを非常に懸念しているという声明を発表したということですけれども、残念ながらですね、国連をもってしても、この紛争、戦争、ウクライナ戦争もそうですけれども、止めることができないということですね。そんな中でこういう声明を出しているということです。ではここ、単語表現見ていきましょう。It's very concerned by何々を非常に懸念しているという表現ですね。concern という懸念するですね。そして、death toll という死傷者数、者数ですね。普通戦争の時なんかはですね、取材に行ってるジャーナリストを守らなければいけないというルールになっているはずですけれども、そんなことはお構いなしでですね、たくさんのジャーナリストが、ガザで殺されているということです。そして、エアストライクというのは空爆というですね、覚えておきましょう。これが2つ目のニュースでした。そして次ですね、3つ目、音読をしながら見ていきたいと思います。しっかりと英語を話す練習をして、スピーキング力をアップしていきましょう。Here is the BBC uncovers evidence of rape, torture, and forced abortions by the founder of one of the world's biggest Christian evangelical churches. ということで、右側の日本語訳。世界最大のキリスト教福音教会の一つ、創設者によるレイプ、拷問、強制中絶ですね。証拠を BBC が暴露、したということで、世界的に宗教ですね。宗教的なところ、そういう施設でこういうレイプとか拷問とかですね、強制中絶なんかありますけれども、BBC がですね、明らかにしたということで、世界最大のキリスト教福音教会でこういうことが、創設者が、そういうことをしていたということですね。では、ここを覚えておきたい単語表現。evidence of 何々の証拠ですね。torture というのは虐待、拷問ですね。拷問、虐待、torture。そして、abortion というのは中絶ですね。forced というのは強制中絶ですね。こういうことを founder of ということで、創設者が行っていたということを BBC がすっぱ抜いたということですね。
そして、この単語を見ておきたいと思います。これ、Christian Evangelical Churches。キリスト教にもいろいろ宗派がありますけれども、キリスト教福音教会の一つということですね。発音チェックしておきましょう。Google 自動翻訳を使うと、しっかりと発音もチェックすぐできますので、Christian Evangelical Churches。Evangelical Churches ですね。Christian Evangelical Churches ということです。では4つ目見ていきましょう。Oppenheimer and Oppenheimer wins big at the Golden Globe Awards in Los Angeles, taking home 5 of night's big prize ということで、Oppenheimer と叫びましたけども、Oppenheimer ロサンゼルスのゴールデングローブ賞での大賞を収めて、10賞のうち5つを手に入れたということですね。今アメリカロサンゼルスでは、アカデミー賞ですかね。の授賞式がやってて、このオッペンハイマーという映画が今受賞しているということだと思いますけども、私このオッペンハイマー見ていませんのでよくわかりませんけれども、そういう内容だということです。ではここ、award、賞ですね、awards 覚えておきましょう。この prize の賞ですね。ビッグプライズで重賞ですね、重い賞、大きな賞を5つオッペンハイマーが獲得したということです。さあでは字幕を使いながら日本語訳とも合わせてですね、今イギリスの BBC1 分最新ニュースでどんなことが伝えられているのか、しっかりと英語を学習しながら情報を得れたんではないでしょうか。で次はですね、3番目、字幕なしでもう一度この BBC ニュースを見て学習した単語表現、内容、ネイティブブリティッシュ・イングリッシュの聞き取り、リスニングだけで理解できるのか挑戦してみましょう。Let's try to understand every details, but this time without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. それでは字幕なしで見てみましょう。This is BBC News, the headlines. Hezbollah's confirmed that one of its senior commanders has been killed by an Israeli drone strike in Lebanon. The UN says it's very concerned by the high journalist death tolling after 2 Palestinian reporters were killed by an Israeli airstrike on Sunday. The BBC uncovers evidence of rape, torture and forced abortions by the founder of one of the world's biggest Christian evangelical churches. And Oppenheimer wins big at the Golden Globe Awards in Los Angeles, taking home 5 of the night's big prizes. さあどうだったでしょうか。字幕なしでですね、 BBC 放送もう一度見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。ネイティブブリティッシュ・イングリッシュ、スピード速いですけれども、何度も聞いてですね、そのスピード、アクセル、発音リズムに慣らして英語力アップ、そして情報力アップしていきましょう。さあここまではですね、この BBC 最新ニュースからしっかりと情報を得れたと思いますので、次は4番目、その得た情報を自分の言葉、英語で話して相手に伝える練習、スピーチ練習、マイクロソフトの生成 AI を使ったですね、生成 AI を搭載しているチャットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと、好きな時に無料で英語を話す機会どんどん増やしていくことができますし、まるで人間と英会話をしているような感じで楽しくですね、情報力も増やしながら、英語を話す練習ができます。それでは今からどのようにですね、練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、日本人が苦手と言われている英語の話からスピーチ力ですね、上げていきましょう。やり方ですけれども、今画面に Microsoft Bing のですね、生成 AI を搭載した Copilot というチャットが映りましたけれども、これを使って練習していきたいと思います。2つ注意点があって、まず言語設定ですね。言語設定を日本語から英語に設定変更して練習していきます。なぜかというと、英語で話しかけてですね、英語でやり取りしますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に設定を変更してから練習するようにしましょう。そして2つ目、このボタンを押してですね、英語で話しかけますけれども、話しているスピーチの中で間が長くなってしまうと、このチャットがスピーチが終わったと判断して、録音、聞き取りが終わってしまいますので、できるだけですね、間はあまり開けないようにしながら話す方がいいと思います。注意するところはもうその2つだけで、あとはですね、
このボタンを押して、人間とですね、友達と英会話をしているような感じで英語で話しかけると、関連する情報、そしてですね、そのスピーチに対する、このチャットの反応ですね、英語のスピーキングと、そしてライティングで返してきてくれますので、非常に楽しく英語をどんどん話す機会を増やしていけると思います。それでは、今からですね、実際にどのように英語で会話をしているのかデモンストレーションしますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、Let's practice speaking in English. では、このボタンを押して、英会話ですね、始めてみたいと思います。Hi Bing, good morning. How are you doing today? I'm fine. I just checked latest news from BBC latest news. And this is a kind of practice for me to improve my speaking ability in English. I'd like to share latest news I got from BBC with you by speaking in English as my practice. Is that okay for you? And if you noticed some part which I made mistakes in speaking in English, please let me know. こんな感じで話しかけると、Good morning. I'm doing well. Thank you for asking. It's great to hear that you're practicing your English skills by reading the news. I'd be happy to listen to the latest news you got from BBC and help you with any mistakes you might make. Please go ahead and share the news with me. こんな感じで返してくれますので、引き続き話していきたいと思います。Thank you very much for your reply. I'll try to my best to improve my speaking ability in English. So, first news I got from the BBC is that the leader, top commander of Hezbollah, was killed by Israel airstrikes in Lebanon. So I am concerned about expansion of this conflict in Middle East. Because I guess Hezbollah is thinking about retaliation against Israel. And if it gradually expanding, this conflict will expand further in this region. You're welcome. It's great to see you practicing your English skills. I'm sorry to hear about the news you shared. According to BBC, a senior Hezbollah commander named Wissam al-Tal was killed in an Israeli airstrike in southern Lebanon. This incident has raised concerns about the escalation of the conflict in the Middle East, as Hezbollah may retaliate against Israel, leading to further expansion of the conflict in the region. It's important to stay informed and aware of the situation. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. Thank you very much for your reply. Second news I got is that United Nations is expressing concern that the death toll of journalists killed in Gaza is mounting. I guess there is a rule, even in the war situation. I guess by the international law and rule, journalists must be protected, even under the situation of war and conflict. Is that true? You're welcome. According to the international humanitarian law, journalists are considered civilians and are protected under international humanitarian law against direct attacks unless and for such time as they take a direct part in hostilities. This means that even in the situation of war and conflict, journalists must be protected and not targeted. However, it is unfortunate that journalists are often targeted in war zones, which is a violation of international humanitarian law. The United Nations expressing concern over the death toll of journalists killed in Gaza is a reflection of the importance of protecting journalists in conflict zones. I hope this helps. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. Thank you very much for your reply. And the third news I got from BBC News is that
I'm not sure about this news about details, but according to BBC, the founder of Christian Church was conducted rape, tortures, and forced abortions. I know that so many branches of Christianity, so I'm not sure exactly what branches of Christianity BBC is talking about. I forgot the name in English, but according to this news, BBC uncovered this story. You're welcome. I'm sorry to hear about the news you shared. I tried to search for the news you mentioned, but I couldn't find any relevant information. However, I found some information about the relationship between Christianity and abortion. According to the BBC, the Christian Church has condemned abortion as early as the 2nd century CE. The international humanitarian law states that journalists are considered civilians and are protected under international humanitarian law against direct attacks unless and for such time as they take a direct part in hostilities. This means that even in the situation of war and conflict, journalists must be protected and not targeted. However, it is unfortunate that journalists are often targeted in war zones, which is a violation of international humanitarian law. The United Nations expressing concern over the death toll of journalists killed in Gaza is a reflection of the importance of protecting journalists in conflict zones. I hope this helps. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでですね、ちょっと話した内容と違うのが返ってくる時もありますけれども、こんな感じで英語をですね、人間と会話しているような感じでどんどん話していくことができます。そして、この生成 AI のすごいところですけれども、関連するですね、他のニュースソースのインターネットリンクもつけてくれているので、他のニュースソースはどんな風に伝えてるんだろうということで、このあたりをクリックすると、そのホームページに飛んでですね、さらに詳細を知ることができます。では、引き続きですね、英語をどんどん話して、スピーキング力アップしていきたいと思います。And the final news I got, it's about the Academy Awards, I guess, which is being held in Los Angeles, United States of America. According to this BBC, the movie Oppenheimer won big awards in these categories. I'm not sure what kind of stories Oppenheimer. So could you tell me briefly about what kind of story or about Oppenheimer? According to BBC, the movie Oppenheimer won big at the Academy Awards. The movie is a biographical thriller film directed by Christopher Nolan and stars Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer, the American theoretical physicist credited with being the father of the atomic bomb for his role in the Manhattan Project. The film chronicles the career of Oppenheimer, with the story predominantly focusing on his studies, his direction of the Manhattan Project during World War II, and his eventual fall from grace due to his 1954 security hearing. The ensemble supporting cast includes Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, and Kenneth Branagh. The movie is based on the 2005 biography American Prometheus by Kai Bird and Martin J. Sherwin. I hope this helps. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. Thank you very much for giving me additional information about Oppenheimer. Now I remembered what kind of story that movie it is, briefly. So anyway, as I asked you at the beginning of starting this speech and corresponding with you in English, I'd like to know my ability of speaking English. So could you give me a feedback of your evaluation about my spoken English? How was it? Is it good? Even though I am a Japanese, do you think that my spoken English is like a native English speaker in English? You're welcome. I'm glad that I could help you. As for your spoken English, I think you're doing a great job.
Your sentences are well structured and easy to understand. I can tell that you're putting in a lot of effort to improve your English skills, and it's definitely paying off. While there may be some minor grammatical errors here and there, overall, your spoken English is very good. Keep up the good work. こんな感じで、マイクロソフトのですね、このチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す練習ができますので、皆さんもぜひですね、活用して、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきましょう。なかなかですね、英語を話そうと思うと、その話をするネタがないと言葉が出てこないということがありますので、私の場合はですね、時事ニュースから得た情報を使いながら、それをですね、自分の言葉でアウトプットする、英語でアウトプットする練習をしています。他にもですね、例えば自分の好きなことを英語で話しかけてみるっていうのでもスピーキング練習になりますし、とにかくですね、日本人としては英語を話す練習を繰り返し行っていくっていうのがスピーキング力アップになると思いますので、ぜひ皆さんも参考に練習してみてください。いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。BBC 最新ニュース使いながら英語力と情報力アップしてみました。英語力ですね、しっかりと高めていけると、日本ではなかなか報道されていないような海外のニュース、情報も知ることができて、それを知ることによってですね、自分の人生が豊かになったりとかですね、経済的にも発展したりとかですね、生き抜く力がついていったり、サバイバルケーパビリティがですね、ついていったりすると思いますので、しっかり英語力と情報力、これからも上げていきたいと思います。ということで、英検1級家事チャンネル引き続き動画アップしていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、そしてお友達へのこの英検1級家事チャンネルの紹介をしていただけるととても嬉しいので、応援もよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my videos, and I hope we could learn a lot of new English vocabularies as well as important information from around the world thanks to the BBC News.I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.